こんにちは、皆さん。今日皆さんにお届けする話は、東京郊外、東村山の小さな病室から始まります。ベッドの上には、75里年の橋本春子さんが横たわっています。青白い顔、痩せ細った唇。その横でお医者さんが慎重だが断固とした声で言います。保護者の方、患者さんの地中ナトリウム値が非常に低いです。長期間、水分を過剰に摂取したり、鎮静剤成分を服用したりした可能性があります。それを聞いた嫁の鈴木真希の表情が一瞬硬くなります。彼女は落ち着いて答えるが、目つきだけは揺れていました。ちょうどその時、病室のカーテンの間から左足にギプスをした孫の蓮が用心深く入ってきます。彼の手には古いメモ帳がしっかりと握られていました。蓮は祖母に近づき、低く囁きます。おばあさん、心配しないでください。もう大丈夫です。この中にすべてがあります。春子さんはゆっくりと目を覚まします。そして孫が差し出したメモ帳の間から飛び出した短い記録を見ます。5月12日、味噌汁半分、水2本。6月3日、睡眠補助薬1錠、嫁がくれる。6月18日、体が震える。蓮に言うなって。蓮はメモ帳を握りしめたまま、震える指先でつぶやきます。おばあちゃん、もう、これで十分です。皆さん、今日のお話はこのメモ帳から始まった真実に関するお話です。東京のある平凡なマンション団地で起きたこと、そして孫が守り抜いた祖母の尊厳についての話です。皆さんも信じていた家族に傷ついたことはありますか？優しいふりをする人に騙されたことはありますか？この話は誰にでも起こり得ますが、誰も簡単に話すことができなかった家族内の静かな暴力に関する話です。それでは始めます。時間を少し遡ってみましょう。春子さんは、夫を亡くして10年以上の一人暮らしの老人でした。小さな団地の古いアパートで、毎朝決まった時間にラジオ体操をして、お昼には茶碗に麦茶を注いで飲みながら手編みをしていましたよね。そんな平和な日常に変化が訪れたのは去年の春でした。嫁の真希が家を訪ねてきた時からです。真希は心配そうな表情で言いました。お母さん、一人でいるのはとても危険です。転んだりでもしたらどうするつもりですか？春子さんは手を振りながら答えました。大丈夫。まだ手足は大丈夫だよ。しかし、真希は諦めませんでした。それでも私の家に来てください。私が看病もして、食事も用意します。その言葉に春子さんは、最初は申し訳ない気持ちと感謝を同時に感じました。嫁が自ら進んで面倒を見てくれるなんて、こんな嫁を得たのは福だと思いました。そうして春子さんは嫁の家に入りました。最初の数週間は本当に夢のようでした。朝は温かい味噌汁、夜はいなり寿司。薬も真希が親切にしてくれました。彼女の声は柔らかくて整頓されていました。ところがある日から、小さな変化が生じ始めました。真希が聞きました。お母さん、通帳はどこに置きましたか？もしなくしたら危ないから私が預かりますよ。そして続いてハンコも、マイナンバーカードも1枚ずつお預かりし始めました。春子さんはそれまでは何の疑いもありませんでした。助けてくれるものだと思いましたから。しかし不思議なことに心の片隅がしきりに不安でした。私が何かを失うのではないかと思ってこうしているのか、それとも私が何かを失っているのかな。嫁の言い方も少しずつ変わってきました。夫が家にいるときは優しかったのですが、彼が出勤してからは声は冷たく冷めていました。真希は毎日のように言いました。お母さん、今日はお水をもっと飲んでください。お医者さんが言ったじゃないですか。
1日に2本は飲まなければならないんです。春子さんは最近、お腹の調子が悪いと言っていましたが、牧さんはもっと飲むべきだと強調しました。そうして始まった健康管理はますます苦痛に変わっていきました。朝は水っぽいおかゆ、昼は野菜サラダ、そして麦茶2本。春子さんの手首はだんだん遅くなり、夜はわけのないめまいがやってきました。夜中に喉が渇いて冷蔵庫のドアを開けると、いつも目につくのはプラスチックの瓶に入った麦茶だけでした。そんなある日、忠自治会で出会った近所の今村恵子さんが声をかけました。春子さんが最近とても痩せたと、どこた具合が悪いのかと聞きました。春子さんはただ食事療法中だと答えました。その横で牧が素早く言葉を横取りしました。治療食中だって、お医者さんの指示だって。春子さんはしばらく黙っていました。実は医者がそんなことを言ったことはなかったんですよ。しかし、わけもなく問題を作る人に見えるのではないかと思って、ただ笑ってうなずきました。その夜、春子さんは初めて自分の状態を記録し始めました。今日のお昼は省略。夕食はおかゆ半分のお椀。水 1.5 リットル。体が震えて、指先がしびれる。嫁、私の印鑑を探す。理由不明。彼女は知りませんでした。その小さなメモ帳が後日、自分を守ってくれる唯一の証拠になるとは。梅雨が本格的に始まった6月、東京都内の中学校でサッカーをしていた孫の蓮は、練習試合中に足首を捻挫してギプスをすることになります。医者は2ヶ月ほど安静を進め、蓮は学校を休む日が多くなりました。おかげさまで、家にいる時間が長くなりました。それは偶然でしたが、春子さんにとっては運命だったのかもしれません。朝8時、婿の隆が会社に出て、嫁の牧が部屋に入って店を閉める時間。その時からリビングはまるで他の家のように空気が変わりました。牧の声が聞こえました。お母さん、午前中は植木鉢の水やりを先にしてください。その次、畳の角のほこり、目に見えますよね。それからです。トーンは柔らかかったが、意味は命令でした。語尾の微妙な火が、蓮の耳にもかかりました。蓮は最初、自分自身を疑いました。私が敏感なのかな。お母さんがもともとあんな言い方だったの。というが、すぐにおばあさんの足取りが変わったことに気づきます。小さくて軽かった足音が、数日の間に小さく遅くなったのです。昼休みになっても台所から出る音がありませんでした。冷蔵庫のドアが開く音、その後に麦茶の瓶の蓋が回る音だけが時々聞こえるだけでした。ある午後、蓮は携帯電話をリビングの本棚の上に置いておきます。充電するふりをして差し込んだ線の後ろに、カメラは静かに回り始めました。画面の中には小さな場面が積もっていきました。畳にひざまずいて雑巾をかけるおばあさん、重い布団をベランダの欄干にかけて洗いする弱い手、密封された弁当を開けることもできないまま麦茶だけを飲む影。そしてその後ろに、部屋のドアを半分開けて、囁くように指示する牧のシルエットが見えました。その夜、蓮は部屋でメモ帳を広げました。6月12日10時35分。おばあちゃん。お昼なし。麦茶 500ml。牧、食事療法と説明。6月15日14時10分めまいで椅子をつかむ。お母さんの反応なし。6月19日21時5分寝る前の温かい飲み物。コップの内側から薬の匂いがする。おばあさんの表情の歪み。子供らしくない記録でした。しかし、蓮は知っていました。大人たちは、特に家族問題だと言葉より記録と証拠に反応するということを。翌日、蓮は祖母に小さなペンを渡しました。
おばあちゃん、ここ私だけの秘密手帳です。何かおかしいなと思ったとき、一文字でもいいので書いてください。春子さんはしばらくためらった後、うなずきました。彼女の指先は震えましたが、ペン先は紙をはっきりと押しました。6月22日喉が渇いた。夜寝なし。頭の重さ。6月24日巻き。道場はどこにあるかと聞く。通帳を預けてほしい。それらのメモページは薄い紙にすぎませんでした。しかし、その薄い紙が、すぐに真実の重みになります。蓮は決心しました。おばあさんを数字と時間で守ろう。その日から蓮のメモ帳とカメラは静かに、でも休むことなく流れ始めます。夜が更けるほど麦茶の瓶はより頻繁に開けられ、明け方に近いほど春子さんの手の甲には青いあざが増えました。蓮はメモ帳の片隅に小さな星印をつけておきました。石に単独で見せること。少年の目つきは幼くてもっと硬くて、それでもっと悲しかったです。雨がしばらく止んだ夜明け、団地の外階段には低く敷かれた霧がありました。上の階の隣人、今村恵子はベランダで植木鉢を手入れしていたら、下の階に擦れる影を見ました。長いカーディガン、帽子を深くかぶった人、手に小さなポーチ。階段を降りる足跡は控えめで、携帯電話の明かりは顔を映したことがありませんでした。恵子は本能的に公共の CCTV モニターを確認しました。数年前、ゴミの無断投棄で頭を悩ませていた団地が設置した小さなカメラでした。画質はよくありませんが、パターンはキャッチしました。火曜日、木曜日、土曜日、午前に時を20分から40分の間に出入り。日付が3つになると習慣になり、5つになると疑いになりました。その日の午後、恵子は買い物をするふりをして春子さんに話しかけました。もしかして、夜眠れないのかと、下の階で足音がして心配だったんです。春子さんはしばらく視線を落としました。言いたかったけど、唇が硬くなりました。その時、廊下の突き当たりから薪が近づいてきました。彼女は優しく笑いながら言いました。うちの母、最近認知症の初期なので昼夜が変わる時があって、気になるようでしたら、申し訳ございません。答えは完璧でした。薄は少し品実を混ぜる時にもっと鋭くなりますから。春子さんが時々うっかりしているのは事実でしたからね。しかし、その夜、蓮は新しいビデオを手に入れました。玄関前の下駄箱の上、小さな額縁の後ろにスマホを寝かせたまま連続撮影をしました。午前2時31分、玄関のドアがゆっくりと開き、帽子をかぶった薪が出ます。手に持ったポーチが揺れ、その中にはカードの束が見えました。翌日の夕方、蓮は恵子に率直に打ち明けました。これはお父さんにすぐに言える問題ではありません。お母さんが家では違います。恵子は長いため息をつき、USB メモリを取り出して渡しました。ここ、先月から保存しておいたんです。私も孫がいます。これは大人がやるべきことです。蓮は USB を受け取り、ポケットの奥深くに入れました。そして夜、彼は祖母の小さなメモ帳を再び開きました。6月30日夜9時、熱いお茶、一口しびれ、胸騒ぎ、7月2日夜明けに吐き気とめまい、朝の記憶がぼやけている。紙の上の単語が蓮の胸を絞りました。これはただの健康飲料ではない。蓮はインターネットで睡眠誘導成分と鎮静剤の苦味について調べ、メモ帳に星印を2つ追加します。医師面談が必要。おばあちゃん単独。その週の金曜日、家庭訪問診療で来ていた山村医師が家に入りました。穏やかな性格の50代半ば、
春子さんの昔からの主治医でしたよ。牧は相変わらず完璧な嫁のようにお茶を出してきました。最近の血圧は安定していると、自分で食事管理をしっかりしていると言っていました。サンソンは笑顔で答えましたが、春子さんの目の下の影と急激な体重減少を見て首をかしげました。医者は尋ねました。橋本さん、私とちょっと2人だけお話できますか。その瞬間、レンが台所の方からコップを落とす音を出しました。牧の視線がしばらくレンに向かい、その間、医者はおばあさんを座敷に向かわせました。ドアが閉まるや否や、レンはメモ帳と USB、そして携帯電話の映像リストを封筒に入れてドアの隙間の下に押し込みました。サンソンは封筒をそっと踏んで隠すように拾い上げ、低い声で尋ねました。橋本さん、大変ならうなずいてください。夜に飲む飲み物がありますか。春子さんの顎がほんの少し、上下に動きました。飲んだ後に記憶がぼやけていますか。もう一度、とても小さなうなずきがありました。医者は封筒を懐の深いところに入れて席から立ち上がりました。今日はここまで。採血を少しします。一般数値と特殊検査も依頼します。今に戻ってきた医者の目は、しばらく冷ややかでした。しかし、すぐにまた穏やかな表情に戻りました。牧さん、お母さん脱水気味です。今日から水と塩の比率を調節して差し上げます。過度な水分摂取は危険な場合があります。牧は短く立ち止まった。はい、そうします。その夜、玄関のドアは開きませんでした。しかし、冷蔵庫の麦茶は異常なほど早く減りました。レンは知っていました。嵐の前の静けさっていうのを。台風予報が出ていた7月初め、家の中の空気はジメジメして重かったです。牧はひときわ親切でした。午前中はお茶漬けを勧め、夕方には魚の身を細かく塗ってもらいました。そして夜9時、白いマグカップを持って部屋に入り、温かい柚子茶を差し出しました。お母さん、最近寝そびれて大変でしょう。これを飲めば、ぐっすり眠れますよ。春子さんはカップを持ち上げました。湯気がもくもく上がってくる香りの間で、ごくわずかな薬の匂いが混じっていました。さっぱりとした柚子の酸味の鳩に、遠くからポキッと上がってくる苦み。本能が言いました。これは私の体が知っている味ではない。彼女はカップを唇に当てたふりをして、軽く傾けて、ベッドサイドの小さな植木鉢に数滴を落としました。土壌が一気に濡れ、柚子の香りが土の中に染み込みました。牧は気づきませんでした。全部召し上がりましたか。よくできましたね。語尾が変に聞こえました。終わったというニュアンスでした。ドアが閉まるとレンが静かに入ってきました。おばあさん、大丈夫ですか。レン、カップを嗅いでみろ。レンはカップの端をそっとした先でかすめました。書く。少年は携帯電話でカップの内側を撮影し、匂いについての音声メモを残します。柚子の香り、少しピリッとした匂い、苦い余韻、時間に11時8分。その夜、春子さんはメモ帳にもっと長い文章を残しました。7月5日がカップの端で苦み。飲んだ後心臓が早く鼓動する。眠気覚まし。小さな音にも目が覚めた私が、何の音も聞こえなかった。朝の記憶がない。翌日、サンソン医師から電話がありました。特殊検査の結果が出たので、病院に来るように、保護者と一緒に来るように言われました。牧は短く言いました。夫が忙しいから自分が代わりに行くと。すると医者は付け加えました。できればお孫さんも一緒に来てください。子供が見せる資料があると聞きました。病院相談室。医師は、レンが渡した USB と映像を黙々と再生しました。
画面の中でひざまずいて床を拭くおばあさん。空腹でめまい刺激をつかむ手。そして毎晩繰り返される温かい飲み物が見えました。サンソンは書類をめくりながら話を続けました。血液から睡眠誘導成分と電解質の不均衡が伴って現れました。医学的に長期間繰り返された可能性を疑います。レンは拳を握りました。お医者さん、じゃあ、これは。断定は法の領域ですが、医学的疑いは明確です。この段階で必要なのは、止めることです。その頃、牧の携帯に見慣れない番号がずっとかかってきました。短くて荒々しい声でした。いつ返すんですかって、今週過ぎたら夫の会社に行くって脅迫する声。レンは偶然その通話の一切れを聞いて、パズルが合わさるように全身が冷たくなりました。お金、夜明け、麦茶、苦味、そして印鑑と通帳。その晩、牧は印鑑の入った箱を探しました。ありませんでした。春子さんはすでに恵子さんに預けておいた後でしたね。牧の唇が歪んで、部屋の中の空気が濁りました。お母さん、道場はどこですか？私もよく。どこにいるんですか？その瞬間、彼女の声は氷のように冷たくパッと落ちました。ドアの外でこれらすべてを聞いたレンの携帯電話は、連続撮影中でした。苦しい現場が、しかし否定できない証拠として保存されていました。その夜11時、レンは合図を送りました。ベランダの洗濯ばさみに赤いハンカチをぶら下げること。上の階の恵子はその信号を調べ、管理事務所のや関係日に客観的な確認を求めました。翌日の明け方、外の階段の影は再び動きました。しかし、今回は階段上の CCTV 画面の下段に時間と日付、そして警備室の確認員が一緒に押されました。証拠は積もるほど重くなります。そして、重くなるほど、人の心も決心に向かって傾きます。レンは祖母のメモ帳を開き、最後の章に書き換えました。もう隠れない。医者、警察、パパの順で言う。少年の字は曲がっていましたが、心だけはまっすぐに伸びていました。7月12日、午前4時半。東京東村山団地のある古いアパート。キーウ玄関のドアが開き、コップが割れる音が同時に爆発しました。レンが飛び込んでみたとき、祖母は今の床に倒れていました。まぶたはブルブル震え、隠れた不規則でした。その小さな手にはまだ温かいゆず茶のカップが握られていました。レンが叫びました。お母さん、救急車呼びます。牧が鋭く叫びました。ダメだよ。いたずらに騒いだら近所から何か言われるんだよ。しかし、レンはためらいませんでした。携帯電話を取り出し、119番を押しました。10分もしないうちに救急隊員が到着し、春子さんは救急車で運ばれました。牧は青白い顔で追いつきましたが、レンは感じました。それは心配の表情ではなく、恐怖の影だったということを。病院の救急室。医者の声が冷静に響きました。地中ナトリウムの数値が危険なほど低いです。これは単なる脱水ではありません。鎮静剤と睡眠誘導成分が検出されました。それを聞いた瞬間、レンの頭の中が真っ白になりました。これまで自分が書いてきたメモ、取っておいた映像、録音ファイル、すべてが一度にパズルのようにまとまりました。医者は再び尋ねました。家族の中で誰が薬を持ってきましたか？束の間の静寂。牧が答えました。私がですね。お母様が薬をよくお使いになって。その言葉の後、レンの声が引けました。嘘です。薬を変えたのはお母さんです。救急室の空気が凍りつきました。牧の瞳がピカリと揺れました。
蓮、何言ってるんだ。今正気なの。私が全部撮りました。動画もあるし、おばあちゃんのメモもあります。医者は蓮の言葉に目を向けました。その資料、見せてもらえますか。蓮はうなずきながら USB を差し出しました。医者はビデオの数秒を見た後、一言言いました。これは警察にも知らせるべき事案です。牧は手を震わせながら立ち上がりました。ちょっと待ってください。誤解だと、自分は看病しただけだと、薬はただの栄養剤だったと言っていました。しかし、蓮の目にはもう涙がありませんでした。彼の表情には固い決心だけが残っていました。お母さん、どうか嘘つかないで。おばあちゃんが死ぬところだった。医者は静かに話しました。患者は今日中に集中治療室に移します。そして、保護者の方、警察署に陳述を準備してください。その夜、病院の廊下は冷たかったです。蓮は自動販売機から缶コーヒーを取り出し、囁きました。おばあちゃん、もう、真実が始まるでしょう。2日後、春子さんは意識が戻りました。体は弱かったですが、目つきは鮮やかでした。病院から退院した日、彼女は蓮の手をぎゅっと握りました。もう隠すのはやめよう。何でも、最後まで見よう。その日の午後、3人は居間のテーブルに向かい合いました。牧、真一、蓮。テーブルの上にはノートパソコンと小さな USB が置かれていました。蓮が言いました。これ、お父さんが見るまでは何も言わないよ。映像が再生されました。画面の中で、牧は無表情にカップを差し出していました。そしてその後、印鑑は私が保管します。銀行は私が処理します。という声が聞こえました。真一の顔がだんだん硬くなりました。手が震えて、息遣いが荒くなりました。牧これは何？編集です。蓮が操作したんです。でっち上げ。じゃ、これは。蓮はメモ帳を広げました。7月5日、苦みがした。胸騒ぎ。7月12日、意識を失う。麦茶の匂いがひどい。真一が低くつぶやきました。じゃあ、あなたがやったの。お母さんに、薬を。牧は言葉を続けることができませんでした。ふと、玄関のチャイムが鳴りました。ピンポン。門の前には自治会の稽古と社会福祉士の中西が立っていました。区役所の福祉課から連絡を受けてきたと、ここで高齢者への虐待が疑われると言われてきたと言っていました。牧は手で顔を覆いました。隣人までどうしてこうなのかと、皆が私のことを知らないと涙声で言いました。中西が優しく言いました。鈴木さん、今は説明よりも休憩が必要です。蓮は目を閉じて言いました。もう嘘はやめてください。お母さん。おばあちゃんは何の過ちもありません。その一言に牧は崩れました。そうだったんだ。私ね借金があったんだ。夫に内緒で借りたお金だった。そのお金を返すには、お母さんの名義が必要だった。真一の声が震えました。それでお母さんを死なせるところだったって。彼女は返事の代わりに涙を流しました。蓮はもう泣きませんでした。彼の手には祖母のメモ帳がありました。その小さな紙の束が、人の間の空気を変えました。お母さん、これは証拠じゃなくて罪の記録だよ。それから2ヶ月後、東京地裁。小さな刑事法廷の中で、春子さんはきちんと座っていました。黒いセーターにグレーのスカーフ、手には相変わらずその古いメモ帳を握っていました。検事はじっくりと陳述を読みました。被告人の鈴木真紀は、被害者の飲料に鎮静剤成分を投薬して意識低下及び電解質不均衡を誘発し、
同時に財産上の利益を得ようとした状況があると述べました。傍聴席には恵子と福祉の中西、そして蓮がいました。蓮は祖母のそばで頭を下げました。牧は疲れた顔でうつむいていました。彼女の手にはハンカチがありましたが、涙は出ませんでした。裁判官の声が響きました。刑を宣告します。被告の鈴木牧に懲役2年6月。静寂が流れました。牧は目を閉じました。すみません、本当に、すみません。その言葉が終わると、春子さんは静かに席を立ち、頭を下げました。私も憎みました。しかし、今は憎むのをやめようと思います。法廷を出るとき、蓮は尋ねました。おばあさん、本当に許せますか？蓮、許しというのは、その人のためではなく、私がこれ以上憎しみに縛られないためだ。その日の午後、一人の記者が近づいて尋ねました。この仕事を経験してから、何が一番大変だったのかということです。春子さんはしばらく考えてから言いました。家族が私を信じなかったのではなく、私自ら私を信じられなかったのが一番大変でした。その言葉に記者は何も言えませんでした。春子さんは続けて言いました。しかし、今になってわかりました。私たちのお年よりも、自分を守る力があるということです。数日後、晩夏の日差しが団地を照らしました。おばあさんはベンチに座っていました。そのそばには蓮がいました。そして遠くから息子の新一がお弁当を持って近づいてきました。今日はいなり寿司です。塩は少なめに入れました。もうお父さんが料理までするんだね。蓮が笑いながら言うと、三人とも同時に笑い出しました。日差しの間から吹く風が暖かかったです。その風の中で、春子さんは静かにメモ帳を開きました。最後のページにはこのように書かれていました。私は生きている。私を傷つけた人より、私を信じてくれた人のおかげで、彼女はペンを取って書き換えました。これからは私も誰かのメモ帳になろう。彼女は自治会の福祉会に参加し始めました。毎週金曜日、一人暮らしのお年寄りを訪ねてこう言いました。大変な時は大丈夫ですではなく助けてくださいと言います。その一言が人生を救うこともできますから。蓮はそんなおばあさんを見て囁きました。おばあちゃん、本当に素敵です。何がかっこいいんだ。ただ、少し遅れて学んだだけだ。二人は空を見上げました。晴れた夏の終わりの空で、そこには雲の代わりに自由が浮かんでいました。背景音ピアノメロディゆっくり好調。皆さん、人生はいつも臆せず私たちを試しますが、その度に誰かの手を握る勇気を失ってはいけません。小さなメモ一枚が、一人の人生を救うことができるということを橋本春子さんが見せてくれました。この話が気に入ったら、画面を2回タッチしてください。いいねと購読、そしてコメントで皆さんの話を聞かせてください。それがまた別の春子さんのメモ帳になるかもしれません。今日の話はここまでです。お聞きくださいまして、ありがとうございます。